こんにちは、エアホースジャパンです。今回は新しいアルファードデモカーに別端式エアサスダイヤモンドキットを施工します。以前のアルファードデモカーはベルツホイール20インチ 10J プラス30を取り付けていました。今回はベルツレーシングの単刀ワンピース VRF0121 インチ 9.5J のプラス30、色はブロンズクリアポリッシュブラックリムを取り付けていきます。エアサス装着したデモカーのビフォーアフターと20インチ21インチの車高の違いもご紹介しますのでお楽しみに。まずノーマルの状態です。21インチホイールを装着した状態です。ここからエアサスを装着します。エアホースのエアサスの中で一番人気の車高をワイヤレスリモコンで操作するスーパーパフォーマンスキットを装着します。プラス10万円で足をサブタンク付きエアサスにできるので、今回はダイヤモンドキットを装着します。クラウンやスカイライン等のダブルウィッシュボーン車やマルチリンク車を採用している車は普通のエアサスで十分ですが、ミニバンはあまり乗り心地が良いお車ではありません。またご家族が乗られることが多い車種です。ホイールとタイヤ交換をした段階ですでに乗り心地はノーマルより落ちるので、アルファードはエアサスの中でも乗り心地の良いダイヤモンドキットが人気です。今回は配線配管を室内を通すやり方でご説明いたします。配線とホースの配管はこの純正のグロメット、大きいサイズがここに奥にありますので、ここに穴を開けて通していきます。通した後は防水処理の方をお願いいたします。アクセサリー電源はシガライターから直接取ってください。この線はシガライターより来ています。ここのフットプレートを外して電源線とホースを這わしていきます。後部座席側もフットプレートを外しまして、純正の配線が通っているところをですね、ホースと配線を通しています。後部座席に関してはこのサイドパネルの中を配線とホースを通して、このマットの下を通し、ここから出していきます。まずはサスペンションの交換から行っていきます。まずリアの純正スプリングから外していきます。スプリングを外す際は必ずローアームにジャッキや馬等をかけてスプリングが弾かれないように注意してください。ローアームにエアバッグを固定する際にローアームのセンターに10ミリの穴を開けてもらいます。純正スプリングシートを外して付属のエアバッグ用ブラケットと交換します。それではリアのエアバッグを装着していきます。装着する前に先ほど室内から取り回ししてきたホースをエアバッグの方に装着していきます。ホースをつける前にフィッティングの先端についているロックナットですね、ロックナットを外して先にホースに通しておきます。そしてエアバッグのホースにねじるようにしてホースを差し込みます。でロックナットを手ではめれるだけはめます。真鍮製のフィッティングなので舐めやすいので気をつけてください。先ほどローアームに開けた穴にエアバッグのボルトを貫通させナットで固定します。ナットで固定する前に先にワッシャーを入れます。続いてリアショックの方を固定していきます。まず箱から開けた状態ですとこのブラケットが装着されてますので、まずこれを外します。これを外す理由としては、これついたままですと長さ調整してしまいますとこのホースのバイパスが折れてしまいますので、必ず取ってから長さ調整の方を行ってください。説明書によりますとここの突き出しが115ミリになってますので、この状態で長さの調整をしていきます。納品された時の長さを測っていただいて、今だいたい110です。なので5ミリほど伸ばします。これで今115ミリになりましたので、このまま車両の方に固定していきます。それではリアショックの方を車体につけていきます。ローアームの上の方から差し込む感じでこの状態でカーラーをはめます。ショックの下側も純正ボルトで留めていきます。リザーブタンクのバイパスホースは必ず内側に向くようにセットしてください。これ逆向いてしまいますとこちらに当たってしまいますので注意してください。続いてリザーブタンクを車体の方に固定していきます。固定箇所はこのボディの補強バーの方にですね、付属のブラケットとタイラップ、ステンレスバンドで抱かせていきます。まずこの付属用のブラケットをリザーブタンク側に付属のタイラップで固定していきます。ここは後で調整するので仮止めでお願いします。
すべて装着し終わりましたら、まずは干渉や不具合がないかをチェックします。今エアサスの方が全縮みになった状態です。ショックの底付きはもうこの状態でしてますので、ショックは OK です。このブレーキホースのステイですね。ブレーキホース純正のステイがフレームに干渉していますので、これらを回避させます。回避する方法は、この純正ステイを1回ローアームから外し、位置を移動させます。位置を移動させることでこの干渉は回避できます。もともとの穴の方にはナットが溶接されてますが、移動する穴にはナットがありませんので、このようにナットを用意して固定します。最後にショックアブソーバーのロックリングの方を増し締めしていきます。ここは説明書の規定通りトルクを100から120ニュートンの方で締め付けをお願いします。フロントサスを外す場合、アルファードはワイパーとワイパーカウル外していきます。続きましてワイパーモーターとワイパーモーターフレーム、これも両方外していきます。エンジンルームを通してきたホースは純正のブレーキホースのグロメットの中から取り出します。ショックからハブを外す際にドライブシャフトが抜けてしまいますので、それを防止するためにローアームに必ずジャッキ、馬等をかけてください。まずエアサスの方を装着していきます。装着する前にリザーブタンクを止めているブラケットを本体から外してください。続きましてこの全長の調整を行います。説明書によりますとロックリングの間が30から 35mm の設定ですので、今回は 30mm で設定していきます。今回装着するタイヤがですね、21インチ 9.5 のプラス30ということで、かなりフェンダーと近いのでピローアッパーマウントを採用しております。採用している理由はタイヤホイールのサイズがですね 9.5 のプラス30というちょっと大きめのサイズですので、3度寝かせた状態で車両の方に装着していきます。ダイヤモンドキットですとブレーキホースと ABS のこの配線のステイですね、これを止めるところがなくなってしまうので、付属のこのステイを使って固定していきます。純正のナックルボルトをこの大きい穴の方に貫通させて止めていきます。先ほどのステイでブレーキホースと ABS の配線固定し終わりましたら、リザーブタンクを元の位置に戻して先ほど外したブラケットで固定していきます。ナックルボルトを固定する際にですね、上側の穴少し楕円になってます。標準で角度がつけられるようになっておりますので、ここにですね角のキャンバーをつけるためにキャンバーボルトを使用しますと、ピローアッパーマウントのピロボールの動く限界を超えてしまいますので負担が大きくなってしまいます。ですのでキャンバーボルトの使用は控えてください。スタビライザーリングで止めていきます。最後にホースをエアバッグの方に固定していきます。固定する際にこのようなコルゲートチューブを巻いてホースを固定してください。それではショックのセンターナットの本締めを行います。本締めはトルクレンチを使用してだいたい60から80ニュートンの力でお願いします。今回は60ニュートンの方で締めていきます。今回の仕様はワンタンク2コンプレッサー、最近流行りの2コンプレッサー仕様にします。まず車体に装着するのにタンクを外していきます。 ECU も外します。2コンプレッサーなのでまずリレーは2個用意します。2個を1つのバッテリー線で束ねて準備しておきます。こちらの ECU の配線なんかも後で束ねると大変なので、この状態で束ねておきます。ここでポイントなのがコンプレッサーの配線です。特にアースは1つに束ねないで1個ずつ用意していただいて、コンプレッサーから出ている配線の太さが約10スケールですので、延長で使う場合も同等のサイズの配線をご用意ください。配線に関しては取り付けショップ様の方でご用意ください。それではこのボードを車両の方に乗せていきます。タンクを固定する前に配線と配管の方を固定していきます。アースはこの内張りのちょうど真裏にアースポイントありますので、そこまでこのアースの線を伸ばしていきます。では続いてタンクを固定していきます。以上でエアサスの装着すべてを完了しました。サスペンション付け終わりましたので、続いてタイヤホイールを装着させて一回縮めてみます。縮めてフェンダーとタイヤの干渉がないか、エアバッグとタイヤが干渉してないかの確認をします。今これが全下げ状態になっています。この状態で各部干渉がないか確認していきます。この状態ですとタイヤとエアバッグの距離が5ミリほど空いてますので干渉はしていません。
この状態ですとインナーフェンダーとタイヤが干渉していますので、ここは少々の加工で回避できますので、これから加工していきます。先ほど干渉していた箇所がこの純正のインナーフェンダーを留めているクリップですので、まずこれを外します。このインナーフェンダーをこのフェンダーのステーの奥にしまい込みます。この爪は指で軽く折り曲げといてあげれば OK です。これで今インナーフェンダーとタイヤの干渉がなくなりましたので、フロントは OK です。続きましてリアのタイヤをつけてフェンダーとタイヤの干渉を確認していきます。この状態でフェンダーとタイヤを避けていますので、リアは干渉していません。以上で干渉チェック全て終わりましたので、これからタイヤをつけて走行チェックの方を行います。これから3パターンの車高の乗り心地の検証を行います。まずは前後 100psi で走行チェックします。走る限界の高さとしては 100psi ぐらいがちょうどいい感じではあります。多少ゴツゴツ感は感じますが、異音を発するほどのゴツゴツ感もなく、段差も気にしないで乗ってられると思います。純正と比べると多少硬くなった感じはしますね。高さも純正よりかは2センチ弱ぐらいは低くなってます。それではこれから前後80での走行チェックを行います。先ほどの 100psi の時よりもまたさらに 15mm ほど下がっている車高です。ローダウンスタイルとしては走ってて一番違和感のないスタイルになっていると思います。乗り心地も先ほどに比べると若干柔らかくなっておりますので、街乗りにはちょうどいい圧力ではないかと思います。見た目的にはちょうど純正よりも4センチぐらい下がったスタイルになっているので、21インチの大口径のホイール履いた場合にはちょうどいいフェンダーとタイヤのクリアランスになっていると思います。ですので見た目も 80psi ぐらいがちょうど良いかとは思います。続きまして前後 60psi で走行チェックしたいと思います。前後60ですとスタイル的にはもうこれ以上下げられないところまで下がった状態です。走るのに段差等ではちょっと斜め走りとかエアロを気にしなきゃいけない高さにはなっていると思います。これ以上落としてしまうと21インチの大口径の場合フェンダーとタイヤの接触が起きてしまうので、実質 60psi 以下は走行できない車高となります。乗り心地も今までの2パターンより比べるとかなり柔らかくなってきていますので、柔らかめが好きだという方はちょうどいい圧力になっていると思います。見た目はかなり低い状態になっていると思うので、スタイリングはもうバッチリな高さだと思います。今3パターンの乗り心地検証をしましたが、ショックの減衰力の方は伸び側も縮み側も一番柔らかい状態にしております。またここから好みで少しコーナーリングの性能を上げたいとかいうんであれば、また減衰力の調整も個人でやっていただいていいと思います。高速走行が多い方なんかですと調整して固めにしても良いかと思います。縮み側を柔らかくして伸び側を硬くするといった段差を乗り上げた時のゴツゴツ感を消す減衰力調整方法もあります。また高速コーナーが多い高速をよく走る方なんかでロールを気にされる方は縮み側を硬くして踏ん張る足にするセッティングもできます。普段から乗車定員をフルで使われる方なんかですと前後とも減衰力の伸び側硬くしといてもいいかと思います。36段階ありますので18段目ぐらいまで絞ってもいいと思います。いかがでしたでしょうか。乗り心地3パターン検証今終わりました。あとはお客様のお好みによって乗り心地を決めて走行してください。